すみません。昨日ここで買ったドライヤーなんですが、電源が入らないんです。大変申し訳ございません。すぐに商品の状態を確認させていただきます。箱を開けて一度プラグをコンセントに挿しただけなんですよ。確かに動きませんね。新しいものと交換いたしましょうか。実は別のメーカーの製品に変えたいので返品して返金してもらえますか？かしこまりました。それではレシートはお持ちでしょうか。はい。クレジットカードの控えと一緒にここに入れてあります。ありがとうございます。手続きに少々お時間をいただきます。急いでいないのでゆっくりで構いませんよ。ご迷惑をおかけした上に優しいお言葉までいただき感謝いたします。伊藤さん、会議の資料の件なんだけど、まだ私のメールボックスに届いていないんだ。今日の午前中に送ったはずですが、迷惑メールフォルダに入っていませんか？いや、そっちも確認したけど、やっぱり見当たらないな。おかしいですね。送信履歴をもう一度チェックしてみます。君の送信画面を見せてくれる？手先のアドレスが少し間違っているよ。本当ですね。私の不注意でご迷惑をおかけして申し訳ありません。誰にでもミスはあるから気にしなくていいけど、次から宛先はしっかり確認してね。はい。これからは送信ボタンを押す前に必ず見直すようにします。じゃあ、お手数だけど、正しいアドレスにもう一度送り直してくれるかな。承知いたしました。急いで再送いたします。君に借りたミステリー小説、昨日の夜遅くに読み終わったよ。早かったね。犯人が誰か途中で分かった？全然予想できなくて、最後のページを読んだ時は本当に驚いたよ。私も初めて読んだ時、完全に作者に騙されてしまったわ。登場人物の心理描写が細かくて、すごく引き込まれる作品だね。そうなの。特に主人公が過去のトラウマを乗り越える場面が感動的でしょ？ただ専門用語が少し多くて、理解するのに苦労した部分もあったな。確かに医療関係の言葉がたくさん出てくるから少し難しく感じるかもしれないわね。でも全体的には大満足だから、同じ作家の別の本も読んでみたい。明日いくつか持ってきてあげるから好きなものを選ぶといいわ。漢字をいくら覚えても、次の日には半分以上忘れてしまうんだ。書いて覚えるだけじゃなくて文章の中で使うようにしないと定着しないよ。わかってはいるんだけど、正しい文法で文を作るのが難しくてね。それならニュースの短い記事を読んで知らない単語をノートにまとめる方法はどう？前にそのやり方を試したけど、時間がかかりすぎて挫折してしまったよ。無理して難しい記事を選ぶから嫌になるのよ。そうかもしれないから、もっと簡単なレベルの読み物を探してみるよ。子供向けの絵本や興味のある分野の雑誌から始めるのがおすすめね。料理が好きだから、日本のレシピサイトを読んでみるのはいいかもしれない。それは素晴らしいアイディアだし、美味しいご飯も作れて一石二鳥だね。急に空が暗くなって、冷たい風が吹いてきたね。天気予報によると、夕方から激しい雷雨になるらしいわよ。傘を持ってこなかったから、降る前に早く駅まで急ごう。走ると汗をかくから、無理せずにコンビニでビニール傘を買えばいいじゃない。それもそうだけど、嫌に傘がたくさん溜まるのが嫌なんだよね。気持ちはわかるけど、風邪をひいて熱を出すよりはずっとマシでしょ？君の言う通りだね。じゃあ、あそこにある店で買ってくるよ。
ついでに温かいお茶も一本買ってきてくれないかな。わかった。この気温の急激な変化には体がついていかないね。本当に季節の変わり目は服装を選ぶのも一苦労だわ。上の階の住人、夜中になるといつもどんどんと大きな足音を立てるんだ。鉄筋コンクリートのマンションでもそういう生活音は意外と響くものね。眠れなくて困っているから、直接文句を言いに行こうかと思っているよ。感情的になってトラブルになる危険があるから直接行くのはやめた方がいいわ。じゃあ、泣き寝入りして我慢するしかないのかな。まずは管理会社に連絡して掲示板に注意書きを貼ってもらうのが一般的な手順よ。それで効果がなかったら、手紙をポストに入れておくのはどうだろそれでも改善されない場合のみ第三者を交えて話し合うべきね。う。明日の朝、出勤する前に管理人に事情を説明してみることにするよ。証拠として騒音がする時間帯をメモしておくと説得力が増すわよ。今度の金曜日に来るお客さん、甲殻類のアレルギーがあると言っていたわ。エビやカニが食べられないならシーフードパエリアは作れないね。そうなの。だから代わりに鶏肉とキノコのクリーム煮にしようと考えているの。それなら安全だし、冬の寒い時期にぴったりの温かいメニューだ。副菜としてアボカドとトマトのサラダも用意するつもりよ。ドレッシングにも気をつけて、市販のものより手作りした方が安心だね。オリーブオイルとレモン汁でシンプルな味付けにする予定だから大丈夫。飲み物は何を用意しようか。赤ワインでいいかな。お酒を飲まない人もいるかもしれないから炭酸水やジュースも買っておいてね。了解した。仕事の帰りにスーパーに寄って必要なものを揃えておくよ。光熱費がどんどん値上がりしているから少し節約しないといけないわね。エアコンの温度設定を見直すくらいしか思いつかないな。それだけじゃ足りないから買い物に行く回数を減らして無駄遣いを防ぐのよ。毎日コンビニでお弁当を買うのもやめた方がいいかもしれないね。当然よ。マイボトルを持参してお昼は私が作るおにぎりを持って行ってちょうだい。それから、ポイントカードやクーポンも積極的に活用するようにするよ。アプリを入れると割引券がもらえるお店も多いから事前に調べておくといいわ。塵も積もれば山となるって言うし、毎日の小さな積み重ねが大事だね。浮いたお金で年末にちょっと豪華なディナーを食べに行けるように頑張りましょう。その目標があるなら、厳しい節約生活もなんとか乗り越えられそうだ。カーナビの指示通りに走っているのに同じ道をぐるぐる回っている気がするわ。この辺りは新しい道路が建設中だから地図のデータが古いのかもしれないよ。スマートフォンの地図アプリで現在の位置を確認してみてくれない？わかった。ここから次の信号を右に曲がれば国道に出られるみたいだ。右ね。でもあの標識を見るとこの時間は右折禁止になっているわよ。本当だ。じゃあ仕方がないからもう少し直進して迂回するルートを探そう。どんどん目的地から離れていくようで本当に到着できるか不安になってきたわ。時間にはまだ余裕があるから焦らずに安全運転でお願いするよ。後ろから車が来ているからとりあえずあそこのコンビニの駐車場に入って止まるわね。そこでゆっくりルートを再検索すれば確実な道が見つかるはずだよ。